ヒドゥンゲームス JP。 ほう、葵屋襲撃に失敗。かくなる上はこの10本刀百式の宝司自らが出向き。その必要はねえよ。宝司、お前は地獄ってやつを信じるか？いえ、善人も悪人も所詮同じ肉の塊。死ねば腐って土に帰るだけです。お前らしい。合理的だな。だがな、俺は地獄を信じている。伝説の人斬り抜刀斎、その抜刀斎を切るため、かつての同志を裏切った篠森蒼志、さらにその蒼志を倒すために高校屋の仮面を脱いだ翁という老兵、そして俺を炎に包んだ明治政府。こんな血で血を洗う修羅どもがうごめく現世こそ地獄と呼ぶにふさわしくないか？お前にはまだ覚悟が足りねえようだ。洗礼を授けてやる。これが人間の体温か。10年前の全身やけどで汗をかく組織がほぼ全滅しちまってな。それ以来俺の体は高熱を発するようになった。いわば地獄の残り火だな。この炎熱は俺の全身を焼き、そして脳を焼きながら俺に真実を語り始めた。人間の本性は修羅、そしてこの現世こそ地獄。殺さず市民平等、そんなものは小さく脆い。修羅のみが生きる国、これこそ俺の作ろうとしている地獄なんだとな。どうした宝司、俺が怖いのか？いいえ、これは歓喜の震え。計りきれない大気のお方に巡り合え、共に新しい日本を築ける。師匠様、私は嬉しいのです。また一人忠実な修羅の誕生ですね。来るか。おい、いつまで寝てるんだ。いい加減に起きろ。起きねえなら酒の魚に昔のことでも思い出すぞ。例えばお前が最後に絵小弁垂れたのは8歳の秋だったとか、上のあまり笑いだけ食って笑い死にかけたとか。師匠、おう、起きたか。もう少し休んでてもいいぞ。十分です。飛天三剣流継承者第13代目彦星十郎。腕は間違いなく最強。だが性格は陰険。おい、ぶっきらぼう。おい、人間嫌い。おい。本人ですら忘れている他人の恥を逐一覚えている人の悪さ。何言ってやがる。喧嘩別れしたバカ弟子の再修行にもう何日も付き合ってやってんだ。こんな人のいい師匠は他にいねえぜ。だがそれもいささか飽きた。次で俺から一本を取れなくば奥義の伝承はなしだ。師匠の体力を一定以下にしろ。一定値以下にし、倒せじゃないんだね。倒せじゃないですね。いやー、かっこいいな、マジで。で、本当に獅子王をさ、彦が倒せばよくねっていう話だよね。彦強い。うわ、強い。おいおい。でも、実際、このさ、天かける竜のひらめきを覚えた謙信と、この彦星十郎ガチで戦ったらどっちが強いんだろうね。どっやっぱちだろう。彦のが強いんかな。彦だって天かけるリオのひらめき使えるんでしょ？使える使える使える。彦星十郎の方が確実に強い。強いか。
あと刀が持つかどうかだね。俺ならもう彦星十郎の持ってる刀がどうしてもまだ弱いんじゃないかと思っちゃう。なるほど。真打ちだからね、こっちはね。そうそうそう、こっち真打ちだからね。あだって。と刀の強さだね。確かにそれはあるかもしれない。だって筋肉がね、ある人特有の脇が締まんないっていう形じゃないですか。なのでね、力はめちゃめちゃあるけど、刀がそれに耐えきれないとかって可能いうのは性はあるね。ありそうで。約束通り王位の伝授を始めてやる。いいか、絶対に微動だにするなよ。下手に動けば死んでそれまでだからな。まずはおさらい。剣術における斬撃の種類。空竹、袈裟切り、逆袈裟、左投げ、右投げ、左切り上げ、右切り上げ、逆風、そして月。どの流派のいかなる技であれ、斬撃そのものはこの9つの他になく、自然防御の型もこの9つに対応して展開される。だが飛天御剣流の神速を最大に発動し、この9つの斬撃を同時に打ち込むゆえ、防御回避ともに不可能。これが飛天御剣流九頭流戦。俺が最も得意とする技だ。確かに防御も回避も不可能。微動だにできなかった。これが奥義。ぼーっとしてねえでさっさとやってみろ。いきなりやれったって。手取り足取りで教えられた技は身につかない。一度食らってそこから学び取った技こそいざって時に役に立つ。いつもそうやって修行してきただろうが。よく生き延びたもんだ。まあひとえに俺の巧みな力加減の賜物だな。分かったらさっさと打ち込んでこい。本気でな。師匠に九頭流戦を打て。打て。これが本当の奥義ではないですけどね。そうだね。でもなんか、天翔流のひらめきより九頭流戦の方がなんか俺かっこいいって思っちゃうんだよね。あれ木すり抜けた。木すり抜けてる。木いいんだ。どっちが好きですか？天翔流のひらめきと九頭流戦。九頭流戦の方が、やっぱ技としてはかっこよくいいよね。どうしても実際体験したら多分天翔流のひらめきの方が早いから、きっとね、すげえと思うんだろうけど、かっこよさで言うならば、そう、絵的なかっこよさで言うならば、九頭流戦の方がかっこいいよね。でも論理的には、まあ、天翔流のひらめきの方が強いは強いのはわかるけどね。ビジュアル的なところとか、その映え的な話で言うならば、そう、映え的な話で言うのであれば、九頭流戦ですよね。打ち込んだはずなのに、同じ九頭流戦なのに、完全に競り負けた。同じ技でも使い手が違えば威力が当然異なる。乱撃術では腕の力、突進術では重量がものを言う。が、そのどちらもお前は俺より圧倒的に劣る。つまり、俺の九頭流戦の前ではお前の九頭流戦は通用しない。俺では、奥義は使いこなせない。もし、俺の九頭流戦を破る技があるとすればただ一つ。それこそが、飛天御剣流奥義、天翔流のひらめき。奥義？九頭流戦が奥義だなんて、一言も言っていないだろはかられた。九頭流戦は、奥義伝授の過程の中で生まれた、いわば試験としての技。奥義伝授は代々、まず
クズ流戦の伝授から始まる。そして次に死の放つクズ流戦を破ることができれば奥義の伝授は完了する。クズ流戦の性質をよく考えてみろ。そうすれば天×竜のひらめきの輪郭はおのずと見えてくる。くじ流戦は防御も回避も不能の技。ならば発生する前に切り込むほかない。ご名答。神速を超える抜刀術。それが天×竜のひらめきだ。抜刀に不利な逆刃刀で神速を超えることができてこその話だから。納刀のままで無形の位。それがお前の出した答えか。無謀だな。奥義伝授を前に死など恐れておりません。今のお前には天×竜のひらめきは得得できん。やはりお前はバカ弟子だ。一晩時間をやる。心の中を探って自分に欠けているものを見つけ出せ。で、欠けているものは見出せたのか。いいえ。所詮、お前はここまでが限界の男だったようだな。そんな中途半端な男が師匠に勝つことはできん。心に住み着いた人斬りにも勝てん。もし生き延びたとしても、お前は生涯悩み、苦しみ、孤独に苛まれ、人を斬る。ならば一層。奥義の代わりに引導をくれてやるのがお前の師としての最後の務め。覚悟はいいな。謙信。師匠に天×竜のひらめきを撃てー撃てー天竜をここで得得するということですね。まず貯めてね。でもさ、すっごい素人目線から、素人じゃない。俺、剣道初段持ってたわ。そうだ、剣道初段を持ってる身からしても、はい。天竜は簡単な方じゃない？クズ流星に比べたら。確かに。速ささえできればさ。確かに。クズ流戦は急連撃だからね、そう。連撃っていうかもう同時だからね。同時でしょ？でも、天竜は一回こう、切り上げるだけじゃない？そうです。神速で切り上げる。神速で、そう。そう考えたら、まだ、天竜の方が、まあ、剣道初段からしても、やりやすいんじゃないかと。そこは真似しやすいようにじゃない？ああ、そうか。最大の奥義がね。剣の世が廃れているこの。なるほど。そういう優しさもあったわけね。あれ ?R1 だっけ？ R1 だよね。さあ、師匠、いらっしゃいませ。あれ出ないよ。え？天竜。俺でも、剣道初段でも出せるはずなんだよ、天竜は。よくやってなかった、ちっちゃい時。天×竜のひらめきの真似。やってたよね。やってた。でも俺はどっちかって二重の極みですけどね。そうですよね。クズ流戦。これクズ流戦。あれ師匠、クズ流戦。食らってるけど。待って。天竜出ないよ。工場は無用でござる。天×竜のひらめきの練習をやってましたけど、できたその昔。できてキレはいたよね。いややっぱものすごい速さで、殴るってことができたよね。おーし、来たー。来た。俺は、まだ、死ぬわけにはいかない。
そうだ、それでいい。多くの人を切ったお前は己の命すらも軽んじてしまう。それが時として心に救った人斬りの心に自分を支配されてしまう。己を犠牲にした人斬りの強さをもって愛しい者や弱い者を守ったところで、所詮連綿と続く時代のひとときに過ぎない。生きよ謙信。さすればお前は天かける竜のひらめきを自在に使いこなし、己の中の人斬りになど決して負けたりせん。気にするな。これも御剣流の指定の定めだ。俺自身も先代の命と引き換えに天かける竜のひらめきを得得した。お前の殺さずの誓いの外のことだと思え。師匠。レベルを上げていきますか。よおこいつあれじゃん。臼井さんじゃない？亀仙人じゃなくていや、薄いでしょ。違う漫画だから。いくらこれを背負ってるとはいえ、違う漫画だから。これまた戦えんじゃないかい？アンジみたいに。だよね。薄い。流れね。強いよね。いらっしゃい。いらっしゃい。何やらただなる気配を感じる。だって、いらっしいらゃい。っしゃい言ってくれるやつはもうただならないよね。やべえやつだと思うよ。だいぶやべえやつよ。お、心拍数が上がったぞ。獅子をやる前に少し楽しんでおくか。運がなかったな。貴様、この私がぶち殺してくれよ。薄いを倒せ。薄い強いんじゃなかったっけ？いや、防御のあれがあるもん。そうだ、持って盾がある。あ、ほんと？ちょっと待って、強いぞ。は？何こいつ？確かこいつめちゃめちゃ耳がいいんだよね。目見えない部分ね。そう。なんか筋肉の動きとかなんか聞いてなかったっけ？聞いてた。いや、そんなバカなっていう感じだけどね、こっちからすると。そんなバカなんだけど、こいつはマジで強かったんだ。いや、この盾と、いやでも、目が見えない状態でこんだけガチャガチャ動けるってすごいよね。すごい。いや、もうひたすら。わけわかんないもん。でも、見た目をちょっと気にして亀の甲羅に目をつけるあたりはちょっとね、誰がデザインしたのかちょっと気になっちゃうところはあるよね。確かに。なんで目をつける何なんだろうね。でね、眼眼神って書かれる言葉とかもね、目のところ。ああ、そうね。目隠しのやつね。そう。だって見えないんだもん、自分見えないのに、どういう字が書かれてるかどうかすら本来わからないはずなのに。ツッコミ鋭いね。確かに。眼神で書いてきましたって、お店の人は言ったとしても、もしかすると、なんか、満腹とかかもしれない、ね。満腹、血まなこかもしれないし。で、私一生懸命やってますかもしれない。見えないって書いてあるかもしれないし。見えない。いや、そんなその自分の弱点を晒すようなものを作ってる感じの。可能性もだってゼロではないから。おい、ちょっと待って、これ強えぞ、待って。やばい、体力がもうオレンジ。待って。やばい。うわ、来た。剣流。くず流戦。ザクっと。あ、いいね。ここまで出るとかっこいい、やっぱね。これ勝ったんじゃないか。あ、ダメだった、全然ダメだった。全然負けないって。ちょっと俺勝つことに集中するね。突っ込んでくれ。待って、やばい。点滅。臼井さんの武器がちょっとね、未だによく分かってないんですけど、どういう武器だったっけ？なんかね、見た目的には棍棒みたいな感じだけどね、なんか、弾みたいなのついてたよね。一応なんか剣じゃないかな。まあ剣ではないよね、明らかにね。なんか見た目的にも。剣ではなかった。あと音的にも剣ではないよね。なんか鈍いもんね、ドスっていう感じの。さあ、だいぶきつい。強いですよ。
臼井さん強いんだよな、ほん強い。と。マジで強い。原作があれだもんね、斎藤はじめそうそうと戦っそうそうそう。たんだもんねってことはね、やっぱ斎藤はじめは強いとかいうところがあるからね。斎藤はじめのガトツとかね、やっぱ見てみたいところはありますけどね、やっぱね。目の前でずーっとどのぐらいの速さなのか。それか実際の遠距離的なものの時に足がしっかり浮いてくるのか、ずっと飛んでいるのかとかっていうところちょっと見てみたいあ感じはー確かに、それはありますね。ありますね。それはありますけど、相当やばい状況になっていや、ますね。ね、そんなやばい状況。頑張ってこれでね、サクッと進めて。いやいやいや、これ無駄だが強い、無駄だが。ここで一回崩りを挟むのか。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。いいですねいいね、いいね、いいね。これで勝ちたいね。願わくば。2願わくば回食らってんだよ、こいつ、くずりゅう戦。確かに。登場は無用でござる。 2回食らってんのかな工場は無用で。嘘でしょあ、来た、まだ。あった、ちょっと、あちょっと。なんかちょっとムキになってない、臼井君。すごい追いかけてくるもん。おい無益な殺し合いはごめん被る。あ、これ剣士だった。貴様、私の心眼相手になかなかやるな。うん、楽しみは取っておくとするか。何を言っている？そうか、そうか、そうだろう。今日のところは、退いてやる。結果的に運が良かったな。悪一文字を手に入れたと。これ、佐之助じゃねえそうだね。悪一文字って佐之助だね。松でござるよ。Thank you for watching!